りするぐらい髪の毛入ってるんですよ。でで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 んでん。これはもう目玉ですよ。早く別れますように、ある意味騙された男に対して作ったものなんですよ。マンソンファミリーの中の一人の子供が持ってた人形なんですよ。この体長これぐらいの牙が生えた、夜な夜な出てきて血を吸ったりするんですよ。自分近々タイに行く予定があるんですけれども、呪物的におすすめなところを教えていただければなと。シリラートとかは面白いですよ。シリラシリラートって死体博物館。家で一人でいきなりなんかやっぱり怖いなって思った時はどうやって対処してますか？もしも私が家に帰った時にできるなんかお清め方法とかがあったら。よくこう怪談とかそういう業界、怖い仲間とかで言われてるのは、家に帰る前にはい、では私マッカーフィン編集部の安藤と申します。よろしくお願いします。ちょっと今日こっちで表じゃなく端っこにここに座って進行させていただければと思ってまして、実際のなんていうんですかね、撮影してるような温度感で田中さんがあちらで紹介していただいて、普段もなんかこんぐらいの距離で撮影しながら進行してるんで、それをちょっと見ていただければ面白いんじゃないかなという形で今ここに座ってるんですけども、僕が結構オカルトが好きで、田中さんもあれは何でしたっけ、おチューン、松原谷さんとやられてたおチューンライブとかも結構僕好きで見てて、それで、ルームツアー普段やってるのでぜひお願いしますって声かけたら快くぜひお願いしますみたいな形で、3年ぐらい前なんですけど、そこから結構リレーションみたいなのができてきて、でそこからマクガフィン的にもオカルトをもっと強めようみたいな形になって、ぬか坂さんとか、あと最近だとこの間も原始社っていう大分にあるヤバめの本が置いてある本屋さんとか行かせていただいたりして、ストリートカルチャーとオカルトみたいなのがうまくこう交わうようなカルチャーを発信していければなと思って、今日こういう場を作らせていただきました。では早速田中さんに来ていただきましょうか。じゃあ皆さん拍手でお迎えいただければと思います。どうもオカルトコレクター田中俊之です。よろしくお願いします。ルンがよくまずバッグできてますけど、通称ルンバッグですね。これか IKEA のバッグかウーバーの荷物が呪物運ぶの一番いいです。まさかマクガフィンであんなバズると思ってなかったんで。これ多分今300何十万再生とかいってて、そんな言ってる、すげえな。やっぱこうバズってこうマクガフィンさんで1位ずっとついてた時にこれやばい、抜かれるなって思った瞬間あったんですよ。それが群馬のチンコさんでした。チンポーカンの。でもチンコさんすごい勢いで、あれ多分僕抜かれてたんですけど、チンコさん消えましたよね。あれなんでバンされたって感じですね。あ、そうなんや。はい、結構もういきなり朝起きたらいきなり消えてて、他の動画上がってたりするんですけど、うちだけもうピンポイントで消されて、まあもうチンポーカンって言ってますしね。いや他も言ってるはずなんですけど、結構もうチンポって出てますもんね。ということでオカルトコレクター田中俊之ですということで、だからはい、早速、持ええ、ってきていただいたみたいなので、あ、そうですよね。はい、あ、こんな呪物あるんやみたいな。はいはいはい。結構ねショッキングなんで、はい、でもこれはもう目玉ですよ。目玉ですよ。だから両面スクナの騒ぎじゃないですよね。俺呪術廻戦のあれ指ですから。でこれはデスマスクですね。亡くなった人の皮を剥いで祀る呪物ですね。これ舌です。でこれは本当に指です。田中さんが全部狙ってるやつって感じですか？こうよく来るんですよ、オファーが。はいはいはい。どうですかみたいな。でもこの辺はちょっとなかなか危ないですよね。法律的にってことですか？法律的に。はいはいはい。これは持ってます。これはねカパーラって言って、ちょうど人間のここの部分なんですよ。一番硬いこの眉間のここの部分で、この亡くなった女性が描かれてるんですよね。で裏はこう、大体呪物ってこう裏見るっていうのが重要で、これはナンバーワンプライって言って遺体の体液ですね。でお経が書いたものとか、
こういうものがあれば意気込めというかこう魂を入れて呪術師が呪物として作ったという。これがなかったら結構素材だけなんですよね。あんまし意味がない。これはね、なんか笑い事じゃないんですけど、タイのマフィアの抗争があって、ちょっと前にこの前になんかあったらしくて、それで亡くなったマフィアの頭蓋骨なんですよ。これどっか市場かどっかで売られてるというか。いや、さすがに市場では売られないですね。本当に個人的な黒の方の呪術師ですね。個人的というかもうどこにも表に浮上してこない黒の呪術師が作ってます。こういうのは。効果は何なんですかね、これ。呪術的な効果はですね、原生利薬で、今金持ちになりたいとか、女にめちゃくちゃモテるとか、そういうのが多いですね。もう人間の欲で、やはりこういう裏社会の人たちは力が強い思われてるんで、呪物として祀った時にこう反転した時にもすごい福をもたらすって言われるんですよ。平将門みたいな、そうですね。強い人のはい。残したものは強いみたいな。だからこう日本でいう御陵信仰じゃないですけど、こうたたりも、ポジティブに変換すればその分の力大きいんでっていう考えは呪物に多いですね。でこれなんやろなこれちょっと忘れて、多分体液を煮詰めたシープンってやつちゃうかなと思いますけど、これもよく使われますね。でこれもマフィアの頭蓋骨ですね。という感じですね。これタイで見つかっても多分結構な重罪じゃないですかね。そうなんですね。はい。海外でも。やっぱよく捕まってます。定期的に捕まってます。黒の方の呪術師はこういうものを扱うんで、警察に。では実際持ってきていただいたものをはいやっていただければと思います。これ先の神って書いてるんですけど、京都のね五条に五条っていう場所があるんですが、そこで働いてた遊女の髪の毛なんですよ。その先さんっていうのが幼い時に売られてですね、でそこで、遊女になっていくんですが、結構いじめにあって、で唯一こう心を休まる時がなんかこうアオサギ、鳥のアオサギに餌をやる時だったらしくて、でアオサギに近くでこう餌付けみたいなのをしてたんですが、さきさんは結局自ら命を絶って亡くなるんですよ。でもアオサギは今でもそこに飛んでくるらしくて、そういうまあ民話的な話があって、やっぱりさきさんの髪の毛っていうのが、お寺に奉納されてて、でそこの五条でやってたなんていうんですかね、これも言いにくいな、すごいある団体がそこのお寺からこうさきさんの髪の毛を引き取って、そこでこう商売なりするんでということで、お守りとしてさきさんの髪の毛を預かったっていう、まあいわゆるお守り的な呪物ですね。遊女の髪の毛なんですよ、これは。それ中は見たことあるんですか？あります。鍵が閉まってたんですけどね、びっくりするぐらい髪の毛入ってるんですよ。こんなにみたいな。だからさきさんだけじゃないと思うんですよね、これ。すっごい入ってるんですよ。でで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 んでんでででででででんでん。何年ぐらい前のっておっしゃってましたっけ？さきさんの話はどれぐらいでしょう。結構前なんで、でも江戸とかは行かないと思うんですよね。でもまだ出てきますよ。一人じゃないですね、多分。これ多分一人じゃないと思うんですよ。ぐらいですね。まあでも髪の毛もやっぱこう霊的な力強いって言われるし、呪いかける時でも髪の毛は大事なんで、あとはこうお守りとしても持つっていうものなんで、
まあ呪物ではあると思いますね。でもこんだけ集まるとやっぱなかなか怖いですね。なんか日本ので結構ここまで生々しいのってご自宅に結構お伺いしてますけどあんまりないですよね。なんかその物に宿してるものは結構ありますけど、はいはい。日本人の神そのものとかはあんまりそうですね。親にはなかった気がするんですけど。実は僕さっきの紙っていうのをあと2つぐらい持ってるんですよ。箱がまた違うくて、なんかさっきの紙がいっぱい集まってきてるんですよ。俺がハゲとでも言うんかみたいな。次はね、この今日ちょっと重かったんじゃないですか結構。結構重かったっすよ。そうですよね。なんか、はい。もうルーンバックじゃないと無理やなって。これはこれはね、いわゆる藁人形です。なんか後ろに早くってそうなんですよ。これ早く別れますようにって書いてあるんですよ。字がうまいんですけどね、この人。これは藁人形も呪い代行とかでやってくれる人らもいるんですが、これは本当に素人の女性が自らある意味騙された男に対して作ったものなんですよ。なんか職場が一緒の男性がいて、その子のことを好きになって、こう付き合ってくれって言うんやけど、その男は返事はいとは言わないんですよ。だけどその女の子の家に転がり込んできて同棲みたいなことはして、だいぶ利用された感じなんですよね。である時好きなやつができたって言って家から出て行ったらしいんですよ。でこの女性もまあ仕方ないなと最初は思ってたんですけど、だんだんあいつになんかこう結構貢いでたんで、そのことをすごい腹立ってきて、なんとかこの気持ちを消化させたいなと思って、全くこう知識なかったんですがネットでいろいろ調べて自分でオリジナルで藁人形を作ってみようって言って作ったんですよ。で釘を刺して、だけどすごいセンスが良くてですね、やっぱ赤い紐を使ってるところとか、やっぱ赤って昔から赤色っていうのが貴重だったこともあって、こう呪力を増すために使うんですよ。で赤色を巻いてたりだとか、あとは血ですね。自分の血を捧げてるんですよ。幸いにも同棲してたんで、その相手の男性の爪とか髪の毛とかが落ちてたんですよ。だからそれも藁人形に入れて、で毎月の女性なんで生理の血をずっとかけてたんですよ。で夜中2時になったら釘を打って早く別れろってまあ女ができて、でその呪いをずっとかけてたんですよ。だけどある日からなんか藁人形自体がすごい可愛く思えてきたらしくて、瓶はねもともとなくてですね、藁人形もどこに行っても連れ歩くようになったらしいんですよ、藁人形。まあその時点でちょっとやばいんですけど、藁人形を連れ歩くようになって、そのタイミングでこう彼氏ができたんで、はっと我に気づいて、私ちょっとやばいことをしてると思って、でこの瓶に入れて部屋に隠してたらしいんですよ。まあでも処分せなあかんなと思って、人形供養みたいなところを調べて、その時に近くのお寺に持って行ったらしいんですけど、まあ、この状態で持って行ったんで、お寺の人も引いたらしいんですよ。ちょっとね、でこれちょっと釘は藁だけやったら燃やせるけどなみたいなんで断られたらしいんですよ。だからその彼女の友達が私が知ってるとこがあるから一緒に持って行こうって言って約束して、何日の何時ねって言ってその待ち合わせ場所に行ったらですね、その友達が全く来なくて、で結局その日もう人形もどうすることもできなくて家に帰ったんですよ。で後日聞いたら交通事故に遭ってたんですよね、友達が。でなんか藁人形から離れることができないっていうことで僕に連絡くれて、で僕が引き取ったという。じゃあ結構最近のもうリアルにその人から受け取った。そうですね。で実際その呪いをかけた相手はどうなってるかっていうのを2人でその男のインスタを見に行ったんですけど、はい、なんか前まではやっぱ新しい彼女とのなんかディズニーランド行ったりする写真をブワーッと上げてたんですが、アカウント自体がなくなってて、付き合ってたその新しい女の人のアカウントもなくなってて、だから
なんかあったんじゃないかなって思いましたけども、そのどうなったかは分かんないんですよね。さっき言ってた血のやつはその紙に紙ですね。それ血ですか？そう上のらへんとか血ですよね。これ瓶のはい底についてるのが血ですか？そうですね。まあ紙にもついてますけどね、この。だから今でもその男に対しては死んでほしいって言ってました。だから1週間に1回それじゃあ蓋開けときますねって言って呪いを相手に飛ばしときますって言ってたんですけど、霊能者の飯塚優衣さんっているんですけど、飯塚優衣さんが、YouTube でコラボしてた時に開けたらあかんって言ってお札を貼られて、それでも開けてますけどね、週1で、呪いを飛ばそうと思ってという一般人が作ったきつめの藁人形。カナダの呪物コレクターの知り合いがいるんですけど、その人がこれもうこっちでちょっとどうにもできんから引き取ってくれんかって言ってカナダから送ってきてもらったものなんですよ。でどういったもんかというとチャールズ・マンソンに関わるやつなんですよ。これマンソンファミリーの子供、マンソンの子供じゃなくてマンソンファミリーの中の一人の子供が持ってた人形なんですよ。で悪魔的なことをやられてたらしくて、その時に呪いをかけた人形だっていうんですよ。なんかね書いてますけどビリー人形って言ってましたね。アメリカの方ではそのマンソンの大々的にこうやり取りできないみたいで、僕の方にちょっと引き取ってくれっていうことで引き取ってもらいましたけど、これで誰かを呪ってたらしい。ヨーロッパとかアメリカ系ってあんまり、カナダもそうですけど、あんまりなんか呪物いろんなコレクターのこと拝見してますけど、なさそうなイメージがあるんですけど、やっぱ宗教と文化の違いでアメリカとかでしたらやっぱキリスト教になるんで、聖書とか例えば、エクソシスト系ですね。あとは魔女、そっちはそっちですごい面白いんですけど、あんまし僕も攻めれてないというか。確かにヌガズカさんとか結構そっちのスペインとか多分そっちのそうですね、拷問器具の拷問器具なんでこうかぶってくるとこあるんです。確かに呪物と拷問器具が。それでも何個か持ってますけどね。エクソシストが霊を追い払う時に使った聖書とかそういうのは家にありますね。そのジャンルでいうと田中さん的にまだ攻めてないやつで次これ攻めたいなみたいなのがあるんですか？ヨーロッパ系はちょっと面白そうなんで、その魔女系の呪物とかはちょっと欲しいなとは思ってるけど、ちょっと調べていかないと分かんないですね。東南アジアでいっぱいというか今はということですね。はい、ありがとうございます。これはねなかなか結構ちっちゃい、はいこれはね粉みたいな感じですか？毛が入ってるんですよ。この底にある黒い、はい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 。これは先日クレイジージャーニーでも西アフリカに行ってまして、はいはい、西アフリカのトーゴですね。トーゴで、ブードゥー教を調べに行ってたんですが、そのブードゥーの中の魔人アジンザっていうね魔人がいるらしいんですよ。アジンザってケムクジャラらしいんですよね。その魔人アジンザのKです。魔人アジンザのK2本で、この魔人アジンザに会う自体難しいんで、魔人アジンザのKがたまに森に落ちてるらしいんですよ。でそれ自体呪物に使えますし、かなり力が強いとされてて、これはかなりレアなものだということで東郷の呪物市場で買ってきたんですけど、クレイジージャーニーも紹介しましたけども、だいぶ反響もありまして、あいつはバカだみたいなあいつはハリガネムシを買ったみたいな、あいつはハリガネムシを何万払って買ったみたいなことを言われたんで、全員呪いましたけど全員呪ってますけど不幸になるでしょうね。これですね、こう見えますかね。はい。これねジェンロットっていうんですけど、インドネシアの呪物ですね。でインドネシアで、僕もある方通して、こういろいろ連れて行ってもらってるんですが、その中でインドネシアってジェンロットって言ったら結構
みんな知ってて、なんか爆笑みたいな、お前ジェンロットみたいな、ジェンロット知ってんのみたいな、なんかいやジェンロット探してんねんって言ったらジェンロットみたいな、多分こっちのカッパみたいな感じだと思うんですよね。だから外国人がなんか真剣な顔してカッパどこに売ってんねんみたいなことを多分言った感覚やと思うんですよね。一部では本当にいるって信じられてまして、この体長これぐらいの牙が生えたこういうものがですね、夜な夜な出てきて血を吸ったりするんですよ。悪いやつなんですよ。そういうものがいまだに目撃例があって、新聞みたいなのに載ったりしてます。でジェンロットはカエル、呪術師から変えるんですよ、こう呪物として。これはミイラとか言う人もいますけど、ジェンロットを模して、そのジェンロットの精霊をここに宿した呪物になるんですね。これは僕を守ってくれたりこう導いてくれたりするもんだって聞いてます。茶色いのはこれ髪の毛とかなんですか、それともなんか頭に巻いてる。いやこれ髪の毛です。動物の毛っぽくもありますね。下半身が蛇のジェンロットもいるんですよ。あとは下半身が魚の形したジェンロットとか結構何種類かいてすごい面白いんですよね。なんか人魚とか宇賀神みたいな。そうですそうです。なんかもしかしたらそれともつながりがあるのかもしれないですが、というインドネシアの呪物ですね。でも次でラストですかね。ラストですね。じゃあこちら見せていただいて、ラストはですねちょっとこう呪物と言えるかどうかわかんないんですが、この呪物って言っても呪術師から買うものがこう呪物というか、考え的には、でも例えば家にある置いてたらこう視線を感じたりとか、で嫌な空気が流れるとか、それを置いてることにで災いが不幸になるんですよっていうものは別に背景に呪術師がいるわけじゃないんで、そういうものは曰くものって呼んでるんですが、これはそういう曰くものの一種だと思ってるんですよ。大きく考えれば呪物なんですが、ある男性から連絡があってですね、元彼女のものを預かってほしいって連絡があったんですよ。でも元彼女のものをなんで俺が預からなあかんねんと思って、ものに対して不思議な現象とかがあれば僕は預かりますけど、なんかあるんですかって聞いたら、彼女のトレーナーと帽子とぬいぐるみがあると。で別れたはずなのに捨てれなくて置いてたら、トレーナーと帽子から彼女の匂いが定期的に流れるっていうんですよ。で上のぬいぐるみに関しては 2,3 メートル移動するって言うんですよ。だから気持ち悪いんで引き取ってほしいって言われて、それだったらっていうことで引き取りに行ったんですよ。どういった時にその匂いが流れてくるんですか、ぬいぐるみが動くんですかって言ったら、その彼女と付き合った記念日とか、彼女と初めて会った日とか、彼女と初めて家系ラーメンを食べた日とか、なんか細かいんですよで細かいですねって言ったら、好きだったんでもういろんなことが思い出なんですと。で別れたはずなのに、その思い出の時に匂いがふわっと流れてきたりとか、ぬいぐるみが動いたりするって。であとは、僕の誕生日で、彼女の誕生日、彼女の命日って言ったんですよ。だから亡くなってるんですよね。で亡くなってるんやと思って、で聞くと彼と彼女っていうのは東北から出てきてまして、なんか彼の都合で、彼女も無理やり関東の方に出てきてるんですよ、気のままで。唯一その実家から持ってきた大切なものっていうのがこの3つやったらしいです、彼女で。楽しく過ごしてたんですけども、何年か経った頃に一度彼女が実家に久しぶりに戻りたいって言うんで、それじゃあ戻っておいでって送り出したんですよ。で次の日彼女から電話があって、どう何年ぶりの実家はみたいなことを聞くと、彼女がですねこう表変するというか、お前との生活はもうここ何年もううんざりだったと、いろんな嫌なことがあって、本当は実家からも出たくなかったし、お前のせいで人生めちゃくちゃになったっていうのをブワーって電話越しに言われたらしい。
でそのまま電話切られて、もう彼もどうすることもできないんで、まあちょっと日にちが経ったら改めて連絡してみようって待ってたら、またさらに翌日にですね、彼女のお母さんから連絡があったらしくて、お母さんが昨日うちの娘が家の裏の雑木林で首つって亡くなりましたって言ったんですよ。で葬儀にはもう結婚もしてないんで来ないでくださいと言って、でどうやらそっから彼女とは彼女が亡くなってるんで会えてないんですけど、この残されたこの 3つだけがどうしても彼の中でもちょっと整理がつかなくて、捨てることもできないし供養に出すこともちょっとできなくて、でも匂いがしたりとかぬいぐるみが動くのはやっぱ怖くて気持ち悪いらしいんですよ。だから田中さんに預かってもらうんがたまに YouTube で見れるし一番いいということで、でもちょっと重いじゃないですか、彼女も亡くなってるし、だからこれはどうかなって考えたんですがって言ってたら、これちょっと気持ち悪かったんですけど、この服がですね、彼の部屋の右側に出窓みたいなところがあって、ちょっとその枠に置いてたんですよ。で僕はソファーに座って、でテーブルがあってベッドがあって、彼はベッドに座ってたんです。で話してたんですよ。で預かってくださいっていう話をしてたらですね、この窓側から筒があるとして、筒の中に玉があったらコロコロコロって言うじゃないですか。くぐもったっていうかな、こもった音がその窓から部屋の中なのか部屋の外なのかちょっとわからないんですけど、距離がコロ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 って言って僕らを回るんですよ。で、欠陥住宅なんかな、マンションだったんで、なんか排水のなんかなと思ってたんですけど、コロ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 ってなんかゆっくり、なんかちょっと石持った感じでこう回っていくんですね。でまた一周して窓枠のところに行って音が消えたんですよ。でその彼が「何なんですかこの音」って言ったんですよ。いつもしないのって言って「しません気持ち悪い」って言い出して、僕も気持ち悪くなってきて「分かりました」と「それじゃあもう預かります」って言ってで急いで帰ったんですけど、で帰って、家に着いてなんか気持ち悪かったなと思って、何やなあの音と思いながら、これを置いてですね、で呪物部屋のとこで作業してたんですよ。で朝4時ぐらいに彼と LINE を交換してたんで、彼からね LINE が入ってきたんですよ。それが一言ぬいぐるみが動いたって入ってたんですよ。でって思って、いやぬいぐるみは僕が持ち帰ってますから、まさかと思ってパッて見たら確かにあるんですが、トレーナー帽子ぬいぐるみってこういう状態であったんですよ。でちょうどこのぬいぐるみのこの耳のところにね、肩ぐらいの長さの黒いツヤツヤの髪の毛が1本だけかかってるんですよ。で彼からその亡くなった彼女のことを聞いてたのは肩までのショートカットだって聞いてたんですよ。これは偶然かもしれないんですけど、やっぱりちょっと怖かったんですよ僕も。でそこからその彼には全く連絡が取れなくなるという、そういうものですね。ちょっと切ない。そうなんですよ。本当は何も起こってないものをなんか押し付けられてたら嫌だなと思いましたけどゴミをはい、そうですね。それだけはやめてくださいね、本当。一回ありましたからね。あったもう忙しすぎてできるだけその人から引き取るようにしてるんですが、もう時間がない時は郵送してもらってるんですよ。はいはい。でだからこう例えば2週間ぐらい旅に行って帰ってきたりしたら部屋の廊下にブワーって呪物が、みんなから送ってもらった呪物、段ボールが届いてるんですけど、それを帰って開けるのがある意味楽しいというか、こう怖さもあるんですが、こう一回あったのが、開けたらほんまに生ゴミ送ってきたやついましたからね。配送料自分で出して、どういうことなんあれ。ありがとうございます。はいはい、いろいろ見せていただいて、ええ紹介いただいて、でちょっとお時間もあれなんですけど、はいはいお客様からなんかこう
質問したいこととかあればちょっと今聞いてみても大丈夫だったりしますか？いやぜひぜひあ、本当ですか？はいもしあればじゃあ手前の方、ちょっとじゃあマイク。なんかお人形さんがいますね。今日ははいみーちゃんから質問みーちゃんがこのお人形のあみーちゃんみーちゃんから質問があるんですけあそうなんですど、ねたくさん怖いものがいっぱいあると思うんですが、はい家で一人でリラックスしてる時うに、んいきなりなんかやっぱり怖いなって思った時はどうやって対処してますか？ねコンビニです。へコンビニに行くやっぱ人がいますからはい安心するじゃないですか。でまあコーヒーアイスコーヒー買ってちょっと外で過ごすっていうことをやりますね。それでだいぶ対処できています。だいぶ解消できます。ありがとうございます。はい。やっぱ怖くなる時ありますからね。我に返るというか。怖くなる時あるんですね。ないイメージでしたけど。いや怖い時あります。いや夜なったら怖いんですよ。あの部屋。えなんかね空気が変わる時あるんですよ。ーなんかピーンってなる時あるんですよね。何これみたいな。他に何かご質問ある方はいらっしゃいますでしょうか？自分近々タイに行く予定があるんですけれども、そうなんですね。はい、観光地的におすすめなところと、ちょっとそういうそっち系的におすすめな呪物的におすすめなところを教えていただければなと。やっぱり呪物系だとタープラちゃんっていう市場がありますが、呪物市場がありますから、あそこはまあねお土産屋とも言われてるんですよ。でもこう呪物の入りとしてはすごい面白いんで、まあ呪物の素材屋なんで見るだけで楽しいと思います。であとはパンティッププラザって言ってデパートがあるんで、それの2階か3階に呪物コーナーがあるんで、あそこも見てみたら楽しいですね。では初めてですかタイは？もう初めてでで、はい、バンコクですよね。もうちょっとまだ全然場所どこも決まってなくて。シリラートとかは面白いですよ。シリラ。シリラートって、はいこう死体博物館、死体犯罪博物館、はいはいはい。異様なほどあるんで、やばかったんがずっとね幼児を殺して食べたって言われてた人がいるんですよ。捕まってでもう極悪人やっていうことでそのシリラートにずっと展示されてたんですよね。死刑してで最近冤罪っていうのが分かって一般人めちゃくちゃやなで撤去されてましたけど、そういったものが、病院の区間にあるんですけどそういう医療の勉強としても医療の勉強の目的としてやってるんですけど、すごい見応えがあるというか。ありがとうございます。はい、もしかしたらすでに別の媒体とかで話してるかもしれないんですけど、田中さんはどうして生きてられるのかなっていうのがずっと気になって、はいはい、なんか多分お仕事柄きっとたくさん霊能者さんとかお会いになってると思うんですけど、例えばそういうオーラが見えるとかこう守護霊が見えるみたいな人から田中さんこうやって守ってもらってるから生きられてるんだよみたいなことは言われてるから生きてらっしゃるんですかっていうのが一つと、はい、今日もしも私が家に帰った時にできるなんかお清め方法とかがあったら知りたくて。最初のことで言うと、僕が言われたんはあなたは呪物側ですよって言われたことがあるんですよ。なんなんそれみたいな。だからまあ半分世にいるのかこう仲間に思ってくれてるのかわかんないけど、まあ呪物側だから集めれるって言われたことはあって、それはでも霊能者の方に言われてるんで、でもこの呪物を集めてるとですね、呪物が嫌がった時のこの持ってるものに対しての呪いのこうかけ方というか不幸になり方っていうのが直接的に来ないんですよ。この呪物の呪いっていうのはまず周りを殺すんですよ。周りを殺して友達を殺して身内を殺して最後に僕なんですよ。だからその段階に行ってるのかもしれないです。一番嫌な方法で一番嫌なタイミングで不幸に落とすんで、だからその第一ステージなのかもしれないと思ってますけども、ここから盛り返していこうと思ってますけど。
で、2番目が、お清め方法。お清め方法はよくこう怪談とかそういう業界怖い仲間とかで言われてるのは、家に帰る前に何か口にするっていう。コンビニでも何でもいいんで、まあ、ジュースでもいいんで、塩とかじゃなくて何か口に入れるっていう。だから何か帰るまでに何か口に入れてもらったら大丈夫じゃないかなって思いますけど。それはなんてなんですか、なんか中和されるんですか。それはちょっとね、理由がなんか忘れてるだけでなんか言ってました。わかりました。ありがとうございます。あとですね、ちょっとはいせっかく生で持ってきていただいたので間近で見れるあ、時間もちょっと作れればと思うので、ちょっと手前に置いていただいて皆さん立っていただいて5分ぐらいで見ていただいて、またやってくださいよ、マカロニさん。ぜひイベント。ぜひぜひ、はい、はいお願いします。いろんなパターンでいろいろやりたいですね。なんかこう呪物を生で見る機会っていうのもあんましないと思いますし、まだ僕怪談イベントとかはやってるんですが、そのマクガフィンさんから来てくれたお客さんっていうのはまたこうちょっと世界が違うような気がしますんで、マクガフィンさんでイベントやってもらえたらそういう方にも活動内伝えれるので、今日は良かったなと思います。僕らもストリートとかあっちの世界にも広められたらなと思うので、そうですよね。はい、またそういうイベントもはいいろいろできればと思います。ぜはい、ひぜひ。本日はありがとうございまあした。りがとうございました。